ハロー YouTube。はい、今日はですね、基礎練習メニュー紹介シリーズということで、ペンタトニックスケールの、基礎練習メニュー、こちらについてシェア発表しようと思います。はい。ということでですね、私、よくアドリブのなんか話とかの時に、ペンタトニックスケール使ってアドリブしたらいいんちゃいますかみたいなことを言うんですけど、そもそもね、スケールをちゃんと覚えてないと、できないじゃないですか。できないんですよ、やっぱ。アドリブするぞってなった時に、じゃあ、このペンタトニックスケールって何の音やったっけみたいな感じで、なんか、やってたら、それで無理じゃないですか。ということでね、基礎練習の段階で、ちゃんとペンタトニックスケールを、ちょっと、覚えるように、練習しないといけないんですよね。だから、それね、どうやって練習したらいいかっていうことでね。なんかこう、思い思いにね、おのおのやってもらったらいいんですけど、ちょっと、そうは言っても、どうやって練習したらいいんかなって、ちょっと、思っていらっしゃる方なんかはね、すいません、今回の動画、お役立ちいただければなと、思っております。今回ね、お話しするメニューについては、楽譜販売はね、ちょっと一応してますんで、200円のね、もちろん結構安いかなって私は思うんですけど、もしよければね、ご購入いただければなと。このサイトでやってますんで、ぜひぜひ、お願いします。ということで、早速吹いてる動画に行きましょう。きっしょ。お待たせ。はい、したね。ちょっと待ち合わせ風にちょっとしてみたんですけれども、しょうもないこと。ということで、メジャーペンタトニックスケールのね、練習メニュー、ちょっとね、こちらを紹介していこうかなと思っております。そもそも、メジャーのペンタトニックスケール、C メジャーをね、ちょっと出すんですけども、こんな感じですよね。こうじゃないですか。でも、じゃあこの1オクターブが吹けたところで、しゃあないじゃないですか。言ったら、アドリブに活かすってなったら、もっと、全音域で吹けないと、意味ないですよね。いや、この1オクターブだけで、いいですよ、別にアドリブしたって。でちょ難しいかなって逆に。思うんで、じゃあね、これを、ちょっと、全音域で、サックスの、吹く、ちょっと練習メニューを、考えたんで、ちょっと、やってみてほしいかな、みたいな、そんな感じですね。それが、こちら。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。これを、どうですかね。ご自身のね、レベルに合わせてっていうのは、ちょっとなんかあれですけど、例えば60とかだったら、こういう感じで、ゆっくり、丁寧に、こう、コツコツとやっていくのが、いいんじゃないかなと思います。で、60できるってなったら、だんだんテンポ10ずつね、上げていって、やってたら、いつか上達するんちゃいますかポイントはやっぱり、練習って、そもそも、どういうことかって言ったら、音楽の練習の話ですけど、考えて吹いてるうちは練習って完成じゃないんですよね。何も考えても指がファーって動くみたいな状態が、練習の完成やと思うんですよ。もう何百回もやってるような曲って指勝手に動くじゃないですか。そういうことやと思うんですよ。指が勝手に動くようになるまで練習していただくといいんじゃないかなと、思います。で、C メジャーのペンタトニックスケールのミーノート。ミーノートってブルーノートなんですよね。で、このブルーノートをちょっと足したら、ブルージーな感じになって、かっこいい感じになるんですよ。
まあちょっとこういう感じで。まあなんか全音域でやると、まあなんかこういう感じなんですけど、 C メジャーのペンタトニックスケールのこのブルーノートってミのフラットやんなみたいな、まあなんかちょっとそういうのを頭のね片隅に置いといていただくと、まあ、いいんじゃないかなとまあ思いますね。なんか結構ブルーノートの音、これをなんかこうはっきりっていうかしっかり吹いてしまうとあんまりなんかかっこよくないですよね。ちょっと装飾音符みたいな感じで使うからかっこよくなるのかなって思うんで、まあちょっと使い方には要注意なんですけれども、まあでもC メジャーペンタトニックスケールのミのフラットはこうブルーノートになるっていうことでね、ちょっと覚えておいていただければなと、まあそんな感じですね。地図チャンネル。で、まあこれついでなんですけど、マイナーのペンタトニックスケール、もうこれあるんですよね。ちょっとこう一つ例を出すと、こちら、A マイナーのペンタトニックスケールなんですけど、これね、C メジャーのペンタトニックスケールと、なんか構成音一緒なんですよ。だから、C メジャーのペンタトニックスケールを覚えたら、A マイナーのペンタトニックスケールも、まあ言ったら吹けてることには、まあ一応なるんですけど、A マイナーのペンタトニックスケールって言ってるってことは、A の音、このラの音ですよね。これがルートになるんですよね。でも C メジャーのペンタトニックスケールって、ルートの音がドじゃないですか。だから、確かに、C メジャーのペンタトニックスケールを練習すりゃ、A マイナーのペンタトニックスケールも一応吹けることにはなるかもしれないけど、何の音がルートの音なのかっていうのを明確にしないと、アドリブとかで使った時に、なんかぼやけるんですよね。なんかあんまりかっこよくないなみたいな、なるんで、まあ、そこもね、ちょっとね、何の音がルートの音かっていうのを、はっきり把握した上で、まあ、練習するといいんじゃないかなと、まあ思いますね。で一応、これもちょっとメニュー考えたんですけど、まずちょっとこちらですね。はい、まあなんかこういう感じですね。ラの音からスタートしてるっていうね。まあたったそんだけと言われればまあそうなんですけど、同じ構成音だけど C メジャーのペンタトニックスケールはドの音がルートやし、A マイナーのペンタトニックスケールだったらラがルートだっていうのを、まあ、ちょっとそう思って吹くみたいな感じで、まあ、そう思って吹くっていうことがはぁって思うかもしれないけど、でも、そう思って吹くってまあまあ大事なんですよ。これなんか、あんま、これね、あんま言う人いないかもしれないですけど、でもやっぱり、そう思って吹くっていうのが、なんかまあちょっと大事やと思うんで、まあ、ちょっとそう思って吹いてみてください。ということで、別にこれね、書いてある、譜面をね、まあご自身でね、こう、楽譜にこう、一時停止して、これ動画、書いてもらってもいいんですけど、まあ、一応私が、清書した、楽譜も、販売してるんで、ね、もし、良ければね、ちょっと、それはそうじゃないです。ご購入いただければなと、思います。ということで、ちょっとね、また終わります。はい、お疲れでした。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。ということでね、私がやったら、ペンタトニックスケール使って、アドリブしたらいいんちゃいますかって、よく言うんですけど、やっぱね、汎用性の高いスケールなんでね、いろんな場面で、使い勝手がいいんですよね。確かに結構、ペンタトニックスケールばかり使うの良くないっていう、発想もあったりするんですけど、もうそれ結構使い方次第やし、コルトレーンとかね、
意外とめっちゃ使ってるし、あれやっぱ、その、コードに対してどういうペンタトニックスケールを使うかみたいなのが、すごい、めちゃくちゃイケてる、そのセンスやとは思うんですよね。イケてるセンスっていうか、まあ、すごい活かした感じだと思うんですけど、まあ、そういう使い方によってはね、もう、なんか、むちゃくちゃかっこよくなる、スケールでもあるんで、まあ、ぜひね、チャレンジしていただければなと、まあ、思いますね。まあ、私は結構、ファンクとか、ジャズ、ドジャズではそんなに使わないと思うんですけど、まあ、ファンクとかのね、そういう、なんかポップスとかの、そういう曲では、難しいスケール、まあ、使ってもいいかもしれないですけど、逆にペンタトニックスケールでこう、いい感じに作っていった方がかっこいいんちゃうんかなって、思ったりすることもあったりして。で、まあ、よく使ったりするんで。まあ、ぜひね。私もね、今回紹介した、練習方法は、個人的にちょっとやったりしてるんで、まあね、皆さんもね、ぜひね、まあちょっと、基礎練習メニューにね、入れていただければいいんじゃないですかね。今回は、ペンタトニックスケールの話でしたけど、他にもいろいろあるじゃないですか。ハーモニックマイナースケールとね、いろいろね、あると思うんですけど、まあ、そういうのをね、どうやって覚えていけばいいかって言ったら、やっぱり、その基礎練習のこのメニューの中に、まず足さないと、まあ、ちょっと無理なんちゃうかなって、思うんで、もしよければ、ちょっと、まあ、お試しいただければなと、思います。はい。では、今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を。チャンネル登録もよろしくね。ブー